ごめんねって許されるとでもあなたは母ちゃんなの。彼氏になった途端に忙しくなるまたこのバター、果てでも会いに来てくれてたじゃない。愛がないわ愛がないわそんなしょうがないわそんなわけないな。明日ぐるつけもったいない。幸運の店なんかより1分1秒でもいい。気持ちとかじゃなくちゃんと形でまっぴらなんてば一番意外に言えないまっぴらなんてば僕にもなんない恋とかまっぴらだってば夏に傷つくくらいならば一人でいい。ハロステ、今回のお相手はアンジュルムの橋迫凛とビヨーンズ地下鉄の西田しおりです。ハロステはコンサート映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな話題やハロープロジェクトの魅力をお届けしていく番組です。さらにレコーディングやリハーサルなど活動の裏側にも迫ってお送りしていきます。ということで私たちは、ハロプロ研修生同期です。いやなんだかんだハロステ一緒になるのは、多分初めてそうなんですだと思うので、今回一緒にできて嬉しいです。嬉しいです。2人で楽しくお届けしたいと思います。まずはハロー SNS チェック。イエイ。今回は西田しおりちゃんの SNS チェック。4月27日のビヨーンズの TikTok です。はい。ビヨスコープついにスタート。たくさん遊びに来てね。ということで、私たちのグループの TikTok にですね、推しビオというコーナーがありまして、ありがとう。これはですね、マネージャーさんが私たちの裏側とか、本番にも密着してくれて、それを短い一本の動画にまとめてくださるというものなんですけど、本当にリハーサルの時からこうカメラをこう構えて、そう撮っていただいて、本番も上手のカメラと下手のカメラとって切り替わってたもんね。そうなんですよ。2カメ体制でこう撮影していただいて、本当にこう個人個人のメンバーの魅力が伝わる動画を作っていただいております。いやなんかすごい今回のこのツアーを、アンジュルムの伊勢レイラさんと松本若菜ちゃんがこう見に行ったっていう感想をこう聞いたんですけど、すごいなんか世界観がこう作り込まれてる、なんかライブですごく楽しかったって言ってたんですけど、なんか今回はどういうコンセプトというか、テーマでやってるんですか？はい、今回は映画コンセプトになっていて、映画といえばこう予告映像が流れたりするじゃないですか。CM とかこう映画上映する前の CM だったりとか、そういう映像にも結構手をかけていますし、合間に寸劇が何度も出てきたり、やっぱり歌ダンスだけではないビヨンズのコンサートを今回もお届けしております。魅力たっぷりなツアーになってそうです。ありがとうございます。ハロステ。続いてはハロープロジェクトの各グループのレコーディングやダンスレッスン、ミュージックビデオ撮影やコンサートの裏側に密着していくハロカミをお届けしていきます。ジュースライブツアー2026アップトゥ11のリハーサルと本番の様子をご覧ください。今までもこうモレミアモーレで注目していただく前もずっとこう今の最大限を出してみんなで限界突破を目指してやってきたつもりなので、なんか本当にその心持ちは変わらず、もともとこう頑張ろうねって言ってるその熱量みたいなのは去年の、話し合って夢がいっぱいできて共通認識になった時からもうずっとこういう気持ちだから、上向きの気持ちだから、そこはもうずっと変わらず。むずいな。でもいい意味で変わらないままでいたいなっていうのは思っていて、私たちは私たちの音楽を届けた結果、こうたくさんの方に注目していただける機会がすごく増えたので、今まで通り
自分たちの音楽を楽しんでライブを楽しんでやりたいなと思っています。アップイレブンさあ意味は皆さんご存知でしょうか。はい。限界とかそうだね。まあざっくり言うと、元はアンプとかな、ギターとかがあってアンプあるんですけど、アンプのボリュームがな10までしかないんやけど、俺のアンプは10時まであるんだぜっていうのが一番それが普通は10までしかないものを11時までいくぞ。今までの、ジュースを知ってる人も知らない人もいるやろうけど、それよりもさらに上を今までのジュースは違うぞ、もう一段パワーアップしてるぞっていう、のを、テーマにしようっていうことだけど。セトリ自体が今までにない感じのセトリだなって個人的に思ってて、最後の曲のブロックに来そうな曲たちが各ブロックに2曲とか1曲ずつ入ってるから、なんか今までだったら始まりの曲だっていう盛り上がり方をして、中間ブロックでちょっと落ち着いて最後にぶちかましてみんなありがとうみたいな終わり方が結構あったなってイメージなんですけど、今回は始まるぜ、上げてくぜ、一旦に休憩、うおーみたいなのが各ブロックであるから、今までにない体の使い方っていうか体力のコントロールが必要だなっていうふうにも思いますし、たくさん自分のパフォーマンスと向き合っていろんなことを見つけていけたらなと思います。いつもやったら向けてやってみますか。じゃあ私が帰る。オッケー、ありがとう。まず1人ずつ A、B 出てきました。ここでまず1番使うときに、これが、あるときは共同作業でいいし、あるときはバトルでいいし、なんかそれがその時々によって全然変わってて、それはいいかなと思うんだけど、今度2番の人が来ます。また全然違う2人が歌うわけ。だからこれが1番と全然違う2番と入っている。でもそこの2番もその2人でやり合ってもいいし、ちゃんと作り上げてもいいし、でもこのもっと言うと1番の人との勝負でもあったりです。2番だからその時にしか本当に見れない組み合わせでのなんかその4人でのでも、最初今日は2人一緒で歌ったじゃない。そうね。今日からマイクが入って、そうそう1回目ってめちゃめちゃ緊張するんです。恋愛と一緒だったから多分いつも通り歌っても合うんだろうなって思ってめっちゃ歌わり間違えたけどな。ごめんなさい。後輩だからまだまだだなっていうのをなんかこうできるだけいやまだまだなんですけど見せないように、なんかこうファンの方が妥協して見ないようなパフォーマンスができるようになりたいなって。声かっこいいのですごい低音が響くからなんか私は今日はなんとなくこう低音できたらちょっと
なんだろう高めというか、思いました可愛らしい系というか爽やかな感じで、ちょっとこうそう優しくしていいよ優しくしていいよ私が夢描していいのに女の子の涙女の子の不安気づかない子だけどずっと離ないいい対比にすごいなったらいいななんて思いながらやってました。すごい素敵でした私はまだ汗やってましたけどで一貫で踊って林がそこからファってここに来なきゃいけないんだけど一足でも遅れちゃうともうかぶっちゃって始まっちゃうから迷わずもう躊躇なく来てください。どうしても気になるから、もう一回動線確認していい？はい。2個目から。はい。せーの。すいません。どうなことある？はい。多分移動したいと思っても状態がちょっと後ろに行っちゃう癖があって、なんかちょっとこうやって行っちゃうから多分ね、そう癖だと思うからなんか意識してチュールぐらいで盗んできてもいいし、いい範囲にやじめながら早歩きがちょっとまた高かったので、早歩きはなしで。あそこはなんか自分がそのやったことないような移動のその結構な移動だったので、結構その移動してますみたいな感じじゃなくて、どうやったらかっこよく見せれるかっていうお話をしていただいて、パフォーマンスとしてその私が新しく加入してもその曲に新しく入ってもその違和感がないように皆さんに追いつけるようになれるかなって思ったので、そこからちょっとずつ頑張っていきたいなって思います。コメントだお待たせしました。お願いします。緊張してますか？わかんない。昨日緊張してないと思って舞台出たらめっちゃ緊張したから、今はわかんない。わからん。いつも言ってるけど2回目の公演っていうのは絶対落ちるから、ね、特に昼公演だし、それをね引き締めて今日も昼公演も限界突破していきましょう。はい、じゃあ本番よろしくお願いします。お願いします。足しっかり上げてストレッチと発声して、万全の状態でステージに立ちましょう。はい、We are ジュースイエお願いします。大阪頑張るで頑張ります。11林です。頑張ります。お願いします。いちかはやっぱこう楽器を触ってきた子なので、なんて言うんでしょう、お歌を楽器のように扱う子だなって一緒に歌ってて思いますし、だからこそ同じ歌がリハーサルでね一緒に歌ったりもしてたんですけど、その時とはまた違った感じですごく楽しかったなって思います。それ聞いていかがですか？嬉しいなって思いますし、そうですね、まだ多分私を楽器に例えてオークションに出したらまだ0円と思うのでこれから値段が上がっていけるような楽器になるように頑張ります。
少しずつない早く会いたいわ心すぐに温めて愛のためにねいつもとかちょっと前までとかだったら結構リズムを意識してとかっていうのが多かったんですけど、南原さんはすごい歌詞を読み取ってニュアンスをつけて歌うっていうのがすごい得意な方だなって思ってるので、なんか私もその歌詞をすごい読んでというか歌詞を表現できるようなニュアンスを自分でちょこっと入れてみたりしながら、なんか声に色をつけるみたいな感覚で歌えたのではとちょっと思っております。なんかすごい自分にその求められてることが高いっていうのはあんま分かってないっていうか分かんなかったんですけど、なんか自分もこうやってジュースに加入したからにはその元のものを崩しちゃいけないっていう、よりパワーアップさせたいなっていう気持ちがあるので、それをそのしっかりとこのパフォーマンスだったりステージだったりとかに載せようと、今先輩10人いらっしゃるので、たくさんその先輩に聞いたりだったりだとか、そのもちろん自分で分かるところとか自分でやったりとかしてます。そうですね、今回そのツアーのラストの曲が「未来へさ走り出せ」なんですけど、この曲が本当に今のジュースにぴったりな歌詞が多くて、結構初日から感極まるような場面もあったりして、今すごく説得力があるなぁと思うので、なんかその歌詞をなんか伝えるみたいな全曲なんですけど、全曲こうジュースの歌を届けるみたいなところも、しっかりやっていきたいなと思いますし、ジュースいろんな楽曲があって、大人っぽい曲も多いし、弱さを見せるような楽曲もたくさんあるので、そういう振り幅みたいなものをもっともっと広げて限界を突破して頑張ります。頑張ります。ピアアリーナを満タンにするです。素敵な景色にできたらいいなって思います。頑張ります。ジュースライブツアー2026アップトゥ11のリハーサル&本番をご覧いただきました。はい、かっこよかったですね。めちゃくちゃかっこいいし、シャッフルでこうパフォーマンスする場面があったり、面白いなって。すごい初めて見るなんか、こうシャッフルのなんかやり方というか、ね、企画がすごい面白いなってね。なんかその時になるまでこう誰がどの曲で出てくるかわからないっていうこのワクワク感がすごいあって、アンジュルムさんは
どんなシャッフルをやってますか？結構最近はこう、ランダムというか、こうもうセットリストを配られた時にもうメンバーが決まってるっていう形が結構多かったんですけど、でも去年の春ツアーの時はこうダンスチームとこう歌唱チームとで分かれて、で歌唱チームはこう毎回こう組み合わせが違うみたいな感じのやってましたね。それも大変だ。すごいね。それもいろんなパターン覚えなきゃいけないっていうね。こう ABC っていう感じで分かれてやってました。なるほど。私たちビヨンズはグループ内にユニットがあるので、結構そのユニットごとで曲を歌ったりすることもあるんですけど、そのユニットが歌ってる時にバックでこう他のメンバーが踊ることが結構多くて、そうなの、そういう感じでやってるので、ずっとステージ上にはいるっていう、すごい体力が。そうなんです。そこは結構でもビヨンズのいいところかなと思うので、頑張ってやってます。明日の試合勝てますように。アンジュルムの橋迫凛とビヨンズ地下鉄の西田しおりがお送りしてきましたハロステ。そろそろお別れのお時間となりました。最後に私たちのこれからの動きを見てみましょう。アンジュルムは現在春ツアーインとヨを開催中なんですけれども、5月23日土曜日には愛知県で、5月31日日曜日には仙台で、6月6日土曜日には、北海道でライブをさせていただきます。そしてそのファイナル公演がですね、6月23日火曜日に日本武道館で行われます。楽しみです。そしてビヨンズはですね、ビヨンズも春のコンサートツアーを開催中でして、5月の31日日曜日に茨城県に、そしてファイナル6月16日は、横浜アリーナで公演を行わせていただきます。すごくワクワクしているんですけども、ビヨンズにとって初めての単独の横浜アリーナ公演になりますので、気合十分で挑みたいと思います。楽しみ。ハロステはハロープロジェクトのコンサート映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな話題をはじめ、レコーディングやリハーサルなど、活動の裏側にも迫ってお送りしていきます。毎週水曜日と金曜日の19時に新着動画がアップされますので、高評価、コメント、チャンネル登録をぜひお願いします。今回のお相手はアンジュルムの橋迫凛とビヨンズ地下鉄の西田しおりでした。さようなら。